はい、皆さんこんにちは。今日はですね、最近1週間前くらいからですかね、ちょっとYouTube よくいつも見るんですけど、おすすめの動画にですね、不思議な歌手、なんか白と黒の奇抜な服装で、結構昔の映像で、なんかね、奇抜なファッションと奇抜な見た目をしている方が歌っている動画の、なんかおすすめがいっぱい出てくるんで、ちょっとね、その人について調べてみました。で、彼は、名前はクラウス・ノミさんっていうそうで、芸名ですかね、歌手の名前なんですけど、ちょっと一回、正直、ちょっと見た目、ちょっと一瞬だ、なんていうかな、なんか不思議な感じしたんで、正直2、3回ぐらいは見なかったんですけど、おすすめだけのね、サムネイルだけ見て飛ばしたんですけど、一回ちょっと見てみたんですよ。そしたらね、びっくりしました。ちょっとびっくりした。なんか聞いたことない感じで、すっごい歌声で、見た目もファッションも、なんていうかな、その時代っぽくない、今の時代っぽい感じなんですよね。すごい時代を先取りした感じなので、ちょっとあまり知らないかったので、調べてみました、ちょっと。今日はそのクラウス・ノミさんの、ちょっと調べてみたというお話になるんですけど、まず彼はですね、1944年生まれ、第二次世界大戦中に生まれている方で、1月24日、バイエルン州生まれ、ドイツ人の方なんですよね。で、1983年の8月6日、今日ですね、に、お亡くなりになったということなんですけれども、何をしているかというと、カウンターテナーの歌手だそうです。でジャンルも、ですね、基本的にオペラ、クラシックで、なんですかね、シンセポップ、シンセサイザーとポップが混じったような感じの融合された音楽と、その見た目、奇抜な衣装からパフォーマンスアートっていうのも一つ彼のそのジャンルに入っているそうで、特徴としては、本当ね、ビジュアル、見た目がですね、宇宙人な感じなんですよ。本当に白黒でツートーンなんですよね。で、なんか服装とかも、なんていうんですかね、なんか、幾何学的な感じの衣装が多くて、すごいなんか未来的な感じの見た目をしているんですよね。もうパッと見たらもう奇抜で、おってなる感じですよね。引き立ってますよね。古い映像なんですけど、すごい、だからそれが逆に引き立つような感じです。で、1970年から80年代に活躍された方なので、今から50年ぐらいまでですよね。で、歌声もですね、そのカウンターテナーの歌手ということで、男性でありながら非常に高い音域の、音域を出す、テナー歌手だそうで、で、本当まるでそうですね、女性のソプラノとか少年合唱の歌声、目つぶっているとそういうような、すごい美しい歌声をしているような方なんですよね。音域はなんかね、G3 という音域から D6 まで出るということなんですけど、D6 っていうのは女性ソプラノよりも場合によっちゃと歌によっては高く出るということなんですよね。もしかしたら、そう、クラウスさんはもっと高い声を、出せる。歌だからその音域でね、しっかり出せる音で歌ってたかもしれないですけど、もっと高い声出したかもしれないですよね。で、そうですね。でも活動にあたって、まず生い立ちも少し言うと、本名はクラウスさん、クラウス・シュペルバーというそうですね。育ちは西ベルリンですね、ドイツの。で、ベルリンは東西分断されていたので、冷戦中はですね。で、幼い頃、幼少期は、10代の頃から舞台でも活動されていたそうですね。ドイツの方ですかね。オペラと舞台、芸術にも夢中になってて、まあ、ただ、そうですね、西ベルリンのドイツオペラ劇場で舞台係もやって、チケット係もやりながら自分でも舞台に上がってたそうですね。だけど、
男性でありながら、その女性のような高音の、綺麗な高音ですよね。というカウンターテナーという、音域の対してその声質は当時ではあまり、なんか理解はされなかったそうで、クラシックではその成功はなされなかったそうなんですよね。なので、一年発起してですね、1972年から28歳の頃に、アメリカのニューヨークへ移住したそうです。ただ、ドイツで生まれ育ったので、英語もその時は不自由なので、そうですね。で、夜はナイトクラブとか、ドラッグクイーンの、舞台で活動されてたそうです。で、このですね、活動しながらアンダーグラウンドな世界ですよね。ちょっと今でいう日本だと地下アイドルみたいな感じの活動をされていったのかなですかね。ちょっとそのアングラの世界でやっていきながら、6年後に1978年ですね。彼は36歳、5歳の頃に、ニューウェーブ・ボーンデビルというイベントがあって、そこで初めて宇宙人のような衣装、本当が動画で見たまさに白黒の衣装だと思うんですけど、しかも圧倒的なこの高い高音の綺麗な歌声で、見てた人もう度肝を抜かれちゃったそうですね。で、何を歌ったかっていうと、そこでヘンリー・パーセルのコールドソング、アリアですよね。これを歌ったそうなんですよ。そうですね、コールドソングなんで、彼の歌なので、もちろんそのアレンジされてるんですよね。もう彼の曲として。で、それがすごい新しかったそうなんですよね。で、その次の翌年、1979年に、アメリカのテレビ番組のサタデーナイトライブというところで、デビッド・ボーイさんがクラウス・ノミさんとですね、ジョー・アリアスさんという方をバックボーカルに指名したことで、テレビ番組なんで全米に流れるんですよね。で、それでさらに有名になってくるんですよね。で、その時の衣装、やっぱ白黒の、ちょっと宇宙人的な幾何学的な衣装と、この舞台の構成ですよね。がちょっと未来的であって、それでさらにこう有名になっていく。ただ、ここでデイビッド・ボーイさんですよね、その指名してくれた方と連絡が取れなくなってしまったそうで、ちょっと心の傷をね、負ってしまったんじゃないかってこの時に言われています。クラウスさんが。で、1982年頃なんですけど、38歳、7歳の頃ですね、体調が急に悪化して、肌ですね、皮膚にカボジ肉腫っていう、赤と黒の斑点ができてきたそうです。彼は結局ですね、39歳の時に、そのエイズの合併症のために亡くなってしまうんですけれども、39歳なんで、もうかなり若いですよね。その1983年8月6日、もう今日ですね。今日8月6日ですけれども、その皮膚がんの一種、先ほどのカボジ肉腫ですよね。で、原因で亡くなったということで、ただ葬儀の方も音楽仲間の支援で、執り行われたということですね。エイズってこの頃は1980年代になるので、本当にあれですよね、理解とかされてなかったり、誤解がすごい多かった病気だと思うんですよ。で、調べると、彼は自身は公言はしてないそうなんですけど、そのお友達とかね、パフォーマンスの歴から、その同性愛者だったんじゃないかっていう可能性もあったそうですね。ただ、全然あれですよね、1980年の、1980年代の初めなんで、そのエイズがその同性愛者のがんというね、そういう、なんていうの、誤認識があったっていう、誤認があったんでね、偏見もあったそうなんで、だから、あれですね、その治療法とかもね、そのエイズのその元のウイルス、HIV の治療法も確立はしてないので、偏見も多いですよね、絶対にね。空気感染するとかっていうね、そういうのもあったかもしれない。この人の近くにいたら感染するかもしれないとかっていう、誤解もすごいいっぱいあったと思うんですよ。
で、その音楽の世界で、最初期ですね、かなり初期に、エイズで亡くなられた有名人の方の一人ということで、それでも一つ有名になっているそうです。で、彼が、やっぱり YouTube とかでね、ポンって出てきたりとか、もう一つ、再評価されたりね、すごい有名になったきっかけというのが、これ20年前の2004年、ドキュメンタリー映画の The Nomi Song、このクラスノミさんのもう映画ですよね、ドキュメンタリーの。で、ここで映画化されたことで、やっぱ奇抜な衣装と、その演出、ファッション、歌もそうですし、音楽界でもアート界でもファッション界でも世界で再注目されることになったそうです。やっぱり特徴としては唯一無二ですよね。もう見た目もそうだし、こう聞く音楽もそうなんで、視覚聴覚で人間離れしたようなパフォーマンスをしてるし、文化的な意義というところで言うと、やっぱりその何ていうんですかね、性別とかですね、人種をもう超えたそういう開放的な意味で LGBTQ とかアンダーグラウンドなこの文化の本当象徴とされているところもあるし、でなんか少しね動画見た時に既視感があるというか、見たことある感じはするなと思ったんですけど、やっぱりそのレディー・ガガさんとかのボーン・ディス・ウェイとかの衣装とかの演出の感じ、アート性っていうんですか、アート。宇宙人っぽい宇宙的なコンセプトの感じとか、あと日本で言うと、パフューム。無機質な感じですよね。なんか未来的なパフォーマンスっていうのも、もしかしたらのみのパフォーマンスですよね。ビジュアルとか、そういうのを影響されているのかなとか、ちょっと勝手にね、個人的な、あれですけど、主観ですけど、思いました。で、あと、ね、特徴としては17世紀の時代のそのオペラを電子音ですよね、シンセサイズしてアレンジしてジャンルの壁を壊したところが本当に新しいなっていう思いますよね。ジェンダーレスだし未来的ファッション、でこれね、もう一つね、なんか似てるなっていうか、あれなんかどっか見たな、どっちが新しいんだろうな、どっちが古いんだろうなと思ったのアーティストいて、それはダフトパンクだったんですけど、ダフトパンクは活動開始は1993年なので、クラスのみの10年後なんですよね。10年後。ね、それは影響を受けたかどうかは全くちょっとわからないんですけど、でもやっぱパフォーマンスもロボットのような動きとか演出もね、現代のアンドロイドのような機械のようなね、そういった音楽性の元にもなってますよね。その頃からね、やっぱ流行ってるんですかね。そのね、未来的な感じ、宇宙的な感じの先取りしたのがクラウス・ノミさんだったのかなっていうところですね。いや、皆さんぜひ見てみてほしいですね。動画も一番最後のところで紹介しますので、よかったら見てみてください。代表曲なんですけれども、先ほど言ったコールドソング、ちょっとアリアをカバーしてるというのもあるし、一番最初にね、よく見たのは、ライトニング・ストライクスって言って、元は1960年代のガールズポップなんですけど、それをのみさんがカバーして、シンセとその高い声ですよね。その高い声オペラの要素も交えて、本当未来的にもう一回作り上げたっていう作品なんですけど、それはちょっとびっくりしました。もう最初見た時に。シンプルメンもありますね。優しさのあるバラードで人間味のもう垣間見えるそうですよね。結構シンプルな英語なんで、やっぱそれはクラスさんのやっぱり最初ほらニューヨーク来た時は英語も不自由だったということなんで、なんかそこになんか少し英語も交えてるのが分かりやすくてクリアで聞きやすいんですよね。でも本当びっくりなんで、ロボットダンスの的なところもね、ぜひ見てみてほしいですね。ライブ映像もね残ってたりするんで、トータルイクリプスっていう歌もありますね。YouTube で上がってますんで、ぜひちょっと見てみて、くれたらと思います。じゃあそれでは今日はこちらで以上です。ではまた次の動画で会いましょう。